この動画はインフィニオンの提供でお送りします。というわけで新企画が始まりました。一見が製造業系の企業で1日働いてみたをやっていきたいと思います。まず記念すべき第1弾はこちらの企業です。パワー半導体と車載マイコンで世界シェアナンバーワンのインフィニオンです。外資系企業の日本オフィスでエンジニアとして1日どのように働いていくかを体験していきます。こちらインフィニオンが入っているオフィスビルなんですけども、渋谷駅から歩いて2分という超好立地にあります。このビルをほぼ1棟貸し切って製品の開発や検証をやっています。パワー半導体とマイコン、あとはセンサーとかを作ってる会社っていうのは知ってるんですけど、実際の業務がどういう風になってるかっていうのは正直よくわからないです。なので今日はですね、実際の情報をどんどん掴んでいきたいと思います。というわけで早速インフィニオン出社していきます。出社時間はフレックスなので特に決まってはいないのですが、9時頃に出社する人が多いです。席はフリーアドレスなのでどっか適当に席を見つけます。今日何をやるかというと、プロダクトテストエンジニアの仕事をやってみます。量産製品のマイコンのテストとそのテストの効率を上げる業務を担当してみます。インフィニオンは車載向けや産業向けのマイコンをいろいろ出していますが、今日はその中でもこちらのトラベオ2という車載用の32ビットマイコンを担当します。マイコンといっても中身にいろいろ回路が入っています。ロジック、メモリー、電源、アナログ、ペリフェラルなどいろいろです。今日はその中でもメモリー部分のテストをやっていきます。こちらのマイコン、インフィニオンの半導体ファブで製造されていたものをテストしていくというですね、かなりマニアックな動画に今回なっていきます。半導体自体が非常に裾野の広い分野ですので、こういった業務をですね、インフィニオンの中でやっていると。ですね、もう少し仕事の内容を深掘りしていきます。今回はマイコンのメモリー部分のテスト結果の解析と、そのテストに関わる工程の削減をやっていきます。今日一日働いていくわけですけども、午前中は主にメモリのテスト結果の解析の業務を、午後は製品のテストコストの削減の業務をやっていきます。実際に業務を始める前に、まず皆さんのためにですね、簡単に半導体の製造工程について話します。ここに半導体のウェハーがありますが、製造装置を使ってウェハーの上に回路を作っていくのが前工程です。前工程が終わった後にこの半導体をですね、ダイシングっていって一つ一つ切り出していくんですけども、そのですね、ダイシングしたチップをこのモールド樹脂の中に入れていくのが後工程です。ざっくり説明すると、このような工程で半導体のチップが作られていきます。この前工程が終わった段階、そして後工程が終わった段階で半導体が問題なく動作しているかをテストしていきます。で、前工程でやるテストはこちらのウェハーがありますが、この上にプローブカードといってですね、測定するための軸みたいのがあるんですが、それをピッ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 って押し当てて測定していくと。それで内部の回路が問題なく動作しているかを見ていきます。前工程のテストを通過したチップは後工程に進んでいって、進めなかったものはその時点で弾かれてしまいます。でですね、モールド樹脂に入れたものが後工程を得たものになるんですけども、後工程のテストはこの状態でやります。お客様がですね、実際に使うのと同じ状態でテストして、機能的、電気的に問題なく動作するかをテストします。ここでやる業務では前工程と後工程のテスト結果を解析していって、その工程の中のどの部分に問題があったのかというのをですね、解析して、そして問題を切り分けていきます。このテストの解析結果をもとに前工程、後工程で改善できるところを見つけて製品のぶどまりを良くしていく。そしてなるべくたくさんのチップを出荷できるようにしていくというのがこの業務の大きな目的です。半導体の仕事ですと製造の部分が話題になることが多いんですが、こういったテストの部分も実はかなり重要な仕事になってきます。テスト時間を短縮するとテストに使う装置の使用時間を減らせるので、まずそこでコストを減らせますし、製品のぶどまりをですね、良くすると、それだけですね、出荷できるチップが多くできますので、それだけですね、利益が上がるわけです。例えば実際のテスト結果を見ていきます。こちらです。このテスト結果はウェハーの前工程の部分でやったものです。数千枚っていうウェハーがあって、その中の一部だけを取り出したものです。このウェハーの緑色の部分が問題なく正常に動作している部分で、色がついてるんですけども、それが正常から外れてしまったチップの部分になります。でですね、実際のソフトウェアを使っていくんですけども、ウェハーがこういう風にあって、今緑色で選んだ部分が、テストをパスしたもの。他のですね、なんかテストをパスしなかった理由ってもいろいろ選べてですね、こういう風に見ることができます。こういったのがテストをパスしなかったチップです。
でですね、大体問題は3つぐらいに切り分けることができます。1つ目が前工程で行っているプロセス自体に問題があった。2つ目が測定に問題がある。そして3つ目がテストプログラムの問題です。前工程のプロセスに問題があった場合、そのプロセスに起因する特徴的かつ周期性のある不具合が確認されます。難しいですね。測定に問題がある場合はプローブカードが壊れていたりだとか、あとはそもそも測定環境自体に何か問題があったとか、そういった場合もあります。例えばウエハのある一部分だけがですねテストに通らなかったとか、そういった場合はですね測定に何か問題があったのではないかという分析もできるわけです。そして最後、テストプログラムに問題がある場合です。テストプログラムに問題があったら、実は半導体自体は良品なんだけども、テスト自体が厳しすぎて不良品に判定される場合もあります。結構なかなか難しいんですね、これは。問題のあったプロセスであったり、問題の測定箇所を特定して、それの改善の依頼をして不良品の率を下げていくというのが、プロダクトテストエンジニアの業務の一つです。午後にやる業務にも関係しますが、テストの基準を決めるというのも大切です。例えばこちらのグラフを見ていきます。これです。こちらの横軸は半導体の敷地電圧、縦軸はその敷地電圧が出てくる個体の頻度です。この色がですねロットを示しています。同じ色は同じロット内なので、そこでもですねこの敷地電圧のばらつきがあります。でさらにロットが違うと、そのロットごとでさらにばらつきが生じます。製品として出荷するにはこの敷地電圧が基準の範囲内に収まっている必要があります。基準を厳しくしていくと製品としては揃った特性になりますが、本来良品であったはずのものが不良品になってしまいます。それ以外にも品質の点で見ると、より高い電圧でチップが動作するので、チップにストレスがかかったり、そういった問題をクリアできるかなどを検討していきます。お金の面から見ると、基準を厳しくすると出荷できるチップの数が減ってしまいますので、それだけですね売上と利益が減ることになります。一方で出荷数を増やすために基準を緩くしていくと、不良品ではないんですけども不良品に近いものも増えていくと、こういった品質と利益のトレードオフがあるところで決めていくので、この基準を決めるというのはなかなか難しくなってきます。ただインフィニオンは結構厳しめにしていて、出荷する製品の品質は下がらないような基準を決めてます。こんな感じで日々のテスト結果の解析の業務をやっていくわけです。この後ですね、メモリーのデザインチームとのミーティングがありますので、そちらに出席していきます。この会議は量産している製品の不良をどうやって見つけていくのか、そして不良製品を出荷しないようにどうやって改善していくのかを考える会議です。試験的にはパスしているけれども、実際の試験データを見ると実は不良の可能性のあるチップもあります。こういった不良はお客様からのクレームで発覚することもあります。試験を通り抜けてしまうような不良をどうやって外に出さないようにするか。これらの不良は試験をもっと厳しくすれば出荷前に不良とせるかもしれないのですが、それをどうやって見つけていくのかを検討していきます。その検討には超大量の試験データの分析結果を使います。プロダクトテストエンジニアの仕事ですね。そしてこの会議で今後どうやっていくのかを決めます。じゃあいいっすかね。大丈夫かな。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも失礼します。はい、どうも。午前中の解析の業務と、あとミーティングも終わってですね、ちょうどいいタイミングになりましたので、昼ご飯に行ってみたいと思います。ワンフロア分がカフェテリアになっていて、そこで昼食を取れます。ここで弁当も販売していますし、建物の前に弁当の移動販売も来ていました。というか渋谷駅がすぐ近くにあるので、昼食の選択肢はかなり広いです。こんな感じでメンターとしてついてくれた上司と一緒にご飯を食べました。カフェテリアにコーヒースタンドがあるので、食後はそこで飲み物を。豆からコーヒー選べるのが結構良かったです。今お昼休憩の途中なんですけども、こちらにですね、なんと若手の方お二人来ていただきまして、インタビューをですねしていきたいと思います。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は、何年前に入社された形でしたか？今年5年目なので4年前。なるほど。じゃあ5年目っていうことですね。何年目ですか？私は2年目になります。2年目の方、はい、ちなみにお仕事の内容としては？そうですね、私は CAE っていうカスタマーアプリケーションエンジニアというのをしていまして、お客さんがうちの製品を使って開発をしていく中でどうしたらいいかなっていうような質問を、技術サポートですね、はい、技術的な質問のサポートをする部署になってます。なるほど、はい、CAE のエンジニアということで。はい、そうです。はい、私は
はざっくり言うとマイコンのエンジニアで、はいでモーダスツールボックスというインフィニオンが無償で提供しているはい統合開発環境があるんですけど、うん開発用のソースコードの作成などを行っている部署にああなるほどおります。はい、なるほど。じゃあ普段からもうマイコンを使ってそうです何か開発されているということで、はいおお面白そうですね。インフィニオンに入社した決め手みたいのを聞いていきたいんですけどどうですか？そうですね、部署説明というか企業説明、面接も含めてですけど、当時の今の私のいる部署のマネージャーがすごく「君この会社で何したい?」とか「じゃあやってみる?」とかっていう話がすごいありまして、やりたいことやっていいんですかみたいな。でそれに聞かれてそうですね、入社のなので、きっかけになったと。はい、もうそれが決め手でした。半導体業界でグローバルな働き方ができる会社を探して、面接してくださって面接官の方だったりとか、あとは担当してくださった人事の方だったりとかがすごい生き生きされてたので、そこが決め手だった。なるほど。もうグローバルで半導体をやっていくと。はいインフィニオンに入って良かった点と、インフィニオンだったらなんか成長できるみたいのがあればぜひ教えていただきたいです。いやでも本当になんだろうな、その入社のきっかけでもそうなんですけど、すごい挑戦できる環境にあると思っていて、個人の裁量に任せていただいている部分がすごく多くてですね、自分自身で、しっかりと形にするっていう意識を持って仕事ができるかなと思った。やりたいことをできると、なるほど、ありがとうございます。どうでしょうか？そうですね、良かった点に関してはこの渋谷オフィスに限った話になるんですけど、はい、営業から開発までいろんな職種の方がこの一つの建物にいらっしゃるので、生の声を聞いて、なんだろう、インフィニオンのビジネスをより深く理解できる、自分の部署だけにとらわれすぎずに全体を理解できるっていうところが良かったんで、部署間のそのやり取りであったりだとか全体像を見ながら仕事ができる、なるほど。その上の先輩を見てるとやっぱり人前のエンジニアとして活躍できるように成長できるんじゃないかなというふうに感じている、はい、どう成長したいかっていうのを自分でちゃんと考えることが求められている環境なのかなっていう目標をしっかりと立てて、そうですね、自分で実行していくと、なるほど。もうなかなか良さそうな会社ですね。ちゃんといろいろ成長できそうで、はい、戦闘力がつく感じですね。そうですね、はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと短い間のインタビューになってしまったのですが、ぜひですね、入社したい方は参考にしていただければと思います。というわけで短い間ですけどインタビューありがとうございました。ありがとうございました。午後の仕事を始まる前にせっかくなのでオフィスの他の場所も見てみたいと思います。で、今どこを見ているかというと、後ろにラボがあるんですけども、いろいろと紹介していただきたいと思います。まずはじめになんですけども、ここは何をする場所でしょうか？こちらのフロアではですね、お客様に弊社の製品をお使いいただいているんですけど、残念ながら不具合が起きて、お客様の解析の結果、インフィニオン製品が原因であろうとなった場合に、お客様からその対象の製品をご返却いただいて、で、こちらのラボで解析をスタートすると。で、このフロアは主になるべくお客様で起きた状態を保持したまま、非破壊で弊社の製品の何がおかしいのかっていうのを調べるラボになってます。なるほど。ということで、早速見ていきましょう。行ってきます。こんな感じで結構広い感じのですね、いろいろ装置が並んでいます。なんかこっちにですね、結構大きな装置があるんですけども、これは何をするものですか？これはですね、弊社の製品の中が、どういう状態になっているか、つまり正常な状態になっているかどうかというのを破壊せずに、X 線を当てて、中を調べます。まあ人間の健康診断でいうところのレントゲン検査のような、まあ原理としては同じものですね。はい。なるほどな。ここによく見てみると、なんか丸いところがあるんですけど、ここにウェハーを置くみたいな、そんなイメージです。ウェハーで返ってくるというよりも、もう製品になってますので、お客様の製品そのまま黒い樹脂で固められた状態で、中がどうなっているかっていうのを X 線を使って、観察をします。なるほど。こちらは同じですね。これも、はい、X 線で、はい、X 線の検査装置を見ていくと。こちらなんかもいろいろありますけど、これは何でしょうか？あちらが X 線だったんですけど、こちらは超音波を使って
破壊することなく、中の状態、特にいろんなリードフレームの上にチップが乗っかってたりという、積層構造になってますので、その状態を超音波を使って、確認をします。人間の健康診断でいうところのエコー検査みたいな。これらの装置を使って製品の中の血管であったりそういったものを調べるということですね。この部屋でですね、インフィニオン製の製品に血管があるかどうかを調べていくかと思うんですけど、もしインフィニオン製の半導体に血管があって、でそれがこちら側の積だった場合、どうなるのかっていうのは、まずはですね、お客様に安心していただくのが最優先となりますので、確認された不具合が複数個出るか出ないか早急に突き止めて、可能性がある場合は生産している工場と連携して、原因はわからないまでも検査を強化したりとかですね、流出防止を図ってもう二度と出ないということを確認した上でお客様にお知らせしてお客様にご安心いただくというのが最優先となります。並行してですね、解析を進めて原因がどこにあるのかというのを製造工場と連携しながら原因を突き止めて、二度とその原因の不具合がですね二度と起きないように対策を進めて、最終的にお客様にご報告してご納得いただくということになります。はい、なるほど。じゃあここで原因を突き止めて、そうですね。でその原因っていうのを半導体の製造工場のエンジニアの方と連携しながら解決していくということで、分かりました。ありがとうございます。ちなみにインフィニオンのこのビル、渋谷の結構いいところにあると思うんですけど、なんか他のフロアにもいろいろ設備とかあったりされるとか。はい、そうですね。他の設備、例えばレーダーだったりいろんな確認をするラボもありますし、3つ違うフロア、こういったような設備であったりとか、解析設備とか、あと弊社は開発業務もここでやってるので、それに伴うテスターであったりとかですね。いろいろな設備を備えてここでもう開発から検証とかいろいろやってしまうと。というわけで、どのような設備があるのかを簡単にですが見てきました。皆さんですね、いろいろ参考にしてみてください。午後1は海外のチームとミーティングをします。もちろん英語です。半導体の製造工程を改善してほしいというのを伝えること、そしてその工程の担当者を説得するための会議でした。どういうことかというと、半導体の不良解析をしていく中で、半導体の中にあまり入っていて欲しくない元素が実は入っているという不良が判明しました。その不良をなくすために半導体製造のある工程を改善する必要があります。半導体の製造工程が原因で入って欲しくない元素が入り込んだというのをプロセス担当者に伝えて納得してもらい、そして工程を改善してもらうというものです。不良解析するときの薬品が原因となって元素が入り込んだ可能性も会議の焦点になりました。ただその可能性はゼロであるということをプロセス担当者にしっかりと伝えて納得してもらいます。話は変わりますが、海外企業で働くので英語が使えるというのも条件に入ってきます。ただ働かれている方全員がネイティブスピーカーではないので、ものすごく流暢というわけではありませんが、しっかりと伝わる英語を話しています。ちなみにインフィニオンでは英語学習のための補助金も出してもらえるようです。ミーティングが終わった後はこちらのマイコンの不良解析とテストコストの低減をテスターを使ってやります。マイコン試験するためのテストプログラムはあらかじめ作成しています。実際にマイコンをテストしていくわけですが、まず最初こちらの装置でマイコンの不良解析をしていきます。テストで弾かれたものをですね、もうちょっと詳しく見てみるというものです。では実際に試験をやっていきます。ちゃんと静電気バンドをしてやっていきましょう。これがここにマイコンを載せるボードですね。これを機械に入れていきます。結構しっかり固めなんでね、こんな感じで、はい、入りました。で、次にマイコンをですね、後工程まで終わったものをこちらにセッティングしていきましょう。これね、掴んで、ここに入れました。で、マイコンをセットし終わったので、実際に不良解析のプログラムを走らせてみます。これもね、全部全自動でなりますので。でですね、パソコンで今プログラムが走っているんですけども、こういったものも全部ですね、自分たちで作ってやっています。ここで出た不良解析の結果をですね、また持ち帰っていろいろと分析していく流れです。こちらにもテスターがありますが、これは量産品レベルで使われるテスターになります。後工程の試験もやりますし、前工程の試験もやります。これでテストコストの削減をしていくわけですが、量産品の検査自体は別のテストサイトでやります。ここ渋谷で全部のテストをやるにはちょっと数が多すぎますから、ここでやるのは主にテスト内容の開発の部分ですね。自分たちでコーディングしたりだとか、最適化したり、そういった業務をやります。
そのテストの内容というのを実際の量産品のテスト工程に組み込んでいく、そういった流れです。テストについてですが、前工程と後工程で全てのチップ全数検査します。なので非常に大量のチップをこの中に通していくわけですね。1個のマイコンにかけるテスト時間をなるべく短くしていくというのがコストを下げる上で非常に重要になってきます。というのもこのテスターを使ってマイコンのテストをしていくと1秒あたりいくらという単価で請求が来るんです。なのでコストを下げるためになるべく多くのチップを1秒あたりに通していきたいわけです。そのテストシーケンスを自分たちで作ってなるべく短時間で終わらせるというのがテストコストの削減につながっていきます。で、実はこのテスト午前中の業務とも関係があります。テストする際の値の微調整ですね。午前中にも話したようにテストの基準を緩くしていくのか、それとも厳しくしていくのか、不良解析の結果であったり、あとは他のチームとのミーティングで話し合った内容をもとに、そのテストのですね、基準を微調整していく流れです。このテストでですね、良品になるのか、それとも不良品になるのかが決まる結構重要な作業になります。こちらの装置でのテストが終わったら、このデータをパソコンに持ち帰って上の階で解析をやります。実験が終わったのでデータを保存してですね、いろいろまとめの資料を作っていきます。この後上司とのミーティングがスケジュールに入っているんですけども、そこで使う資料の作成です。午前中にデータ解析したのと、あとは午後にですね試験機でやってみたので、その結果をまとめていきます。もちろんですね、今日以外もしっかりと測定であったりデータ解析やっていますので、それらをですね全てまとめていきます。資料が完成したらミーティングに行きます。今回は上司とのワンオンワンのミーティングです。対面でやることもあれば、午前中のミーティングのようにオンラインでやることもあります。ただ基本的には直接会って対面でやるそうです。だいたい週1回ぐらいやっていて、必要であれば追加で開催するといった感じです。ミーティングではこれまでやってきた業務のレビューと進捗確認がメインです。例えばテスト工数削減のプロジェクトの場合、さらに測定工数と測定時間を減らすためにはどうしたらよいかなどを検討していきます。ウェハー解析業務であれば、解析したデータをもとにファブに報告、提案などをしていくのですが、報告するのにそのデータだけで問題がないのか、データが足りないかなどいろいろディスカッションしていきます。あとこれは外資系特有かと思うのですが、ワンオンワンミーティングでは仕事以外の話題も話すことがあります。例えば趣味の話であったり、家族の話であったり、本当にいろいろな話題ですね。これ実は会社の方針としてやっているそうです。仕事を円滑に進めていくためには、実は仕事以外のことも結構重要ということでしょうか。ミーティングが終わって業務もちょうど切りの良いところまで来たので、これにて本日の業務は終了とします。フレックス制なのでみんな帰る時間は結構バラバラですね。ということで今日も一日お疲れ様でした。というわけで今日はインフィニオンでプロダクトテストエンジニアになって1日働いてみました。実際ですね、中に入っていろいろやってみると、半導体を作るだけではなくて半導体の試験をしたいですね、そういったいろいろな業務があってですね、なかなか半導体奥が深いなと思いました。実際ですね、この中で働いている人とかにもインタビューとかしたんですけども、いい会社というか働きやすそうな印象を持ちました。インフィニオンでの仕事はですね、まだまだたくさんあって、ここでは全て紹介しきれなかったのはちょっと残念です。ですけども、ちょっとでも興味あるぞというですね、学生の方なんかはインターンに応募してみると良いかと思います。インフィニオン外資系の企業では珍しく新卒採用もしています。就活中の学生さんですね、ぜひインフィニオン候補に入れてもらえればと思います。今後もですね、こういった職場体験の動画作っていこうと思います。うちの会社でもぜひやってほしいという広報であったり、あとは採用担当の方いましたら、概要欄にあるメールアドレスまでぜひご連絡ください。もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。